1011シーズンチャンピオンズリーグ決勝、バルセロナ対マンチェスターユナイテッド。10年以上前の試合、歴代最高と言われたペップ・バルサの絶頂期のゲームです。今見ても戦術的技術的に最高峰で、目の肥えたサッカー戦術ファンもきっとご満足いただける内容かと思います。歴史的一戦から歴代最高と言われたバルサの戦術を紐解いていきます。それではキックオフです。まずはバルサの強さの根幹ともいえるビルドアップから。シャビのみがセンターバックに近づき、まずはマークの確認をします。ギグスが寄せてきたため、一度ボールを離します。この時、センターバックへパスを出すとギグスが加速したまま寄せてくる可能性があるため、一度アウベス経由でセンターバックへつなぎ、プレスを牽制。シャビは組み立てのためのスペースを安定させるため、一度相手マーカーギグスを連れて前線に移動。このようにポジションを上げることで組み立てのエリアの人口密度を下げ、状況をよりシンプルにします。ピケにはチチャリートことエルナンデスがマーク。ボールがフリーのマスチェラーノに渡ったタイミングでシャビがセンターバック間に降り、3バックを形成。本来中盤のポジションであるギグスはそのままマークについていき、チチャリートと2トップのような形を取るか迷いが生まれます。この試合でフリーと設定されたマスチェラーノへシャビから運ぶドリブルをするためのパスが出されます。右のインテリオールであるシャビが降りたことで発生したそのスペースに降りたメッシに縦パスが入る。シャビのみがセンターバックと絡み絶妙なバランスを取る。そしてコーチングでビルドアップを牽引。マークに疲れている選手はセンターバックの前にスペースを作ることでドリブルとパスのスペースを提供。この場面でもパクチソンにマークに疲れたシャビはボールには寄らずスペースを作ることで安全なビルドアップを演出。センターバックのラインは中盤と十分な距離を取っており、中盤の選手のセンターバックへのプレスを抑制。組み立てはディフェンスラインに数的優位を作り出し、フリーとなったセンターバックがボールを前に運ぶ。そうすることでマークがずれる。また、マークしていた選手たちはボールとの角度が変わり、あらゆるパスコースが浮き彫りになる。組み立て時、随所で数的優位、また位置的優位を確保。時間の経過とともに、味方だけでなく相手の位置をも動かし、敵の守備戦術を丸裸に。フリーの選手を見抜き、確実にボールを渡す。特にシャビは、そのスタミナを組み立てにおいて惜しみなく使い、あらゆる箇所に顔を出し、何度もパスを引き出す。シャビはマークに疲れていれば簡単にボールを離しスペースを作る。そして相手の視覚を次々と利用し、マークが外れた瞬間を察知し、再びパスを要求。すべての敵が誰をマークしているか見抜き、限界まで敵を引きつけボールを逃がす。そしてマークを外しまた受ける。敵を引きつけメッセージのあるパスを送ると同時に即移動。これにより相手マーカーを動かしスペースを作る。その動きでマークを何度も振り切り、またフリーでパスを受ける。組み立て時の圧倒的運動量、何よりもパスのバリエーションと技術の安定性、寄せられても奪われないドリブル、持ち前の戦術眼によるポジショニング、それを周りに共有するコーチング、すべての能力がビルドアップにおいて脅威となる。マークを自身につかせ、相手を動かし、スペースを作る。まさにバルサの心臓。シャビが相手を食いつかせ、相手を動かし、シャビが作ったスペースにボールを経由させている。敵がゴールキーパーまでプレスをすれば、ロングキックの滞空時間で一気にディフェンスラインを上げる。一人でも相手フォワードを多くオフサイドにかけ、ボールを支配する。
得点後、プレスのインテンシティが上がればマリーシアを発動。敵のアドレナリンを抑制し、精神的にノッキングさせる。プレーエリアが下がった時もクリアと同時に急激にラインを上げ、多くの相手攻撃陣を置き去りにする。帰陣する敵のベクトルとは逆方向にボールを動かし、相手のプレスを牽制。常に相手のプレスの逆を取り、相手のスプリントの加速を殺す。ビルドアップを成功させ、フィニッシュへ向かうとき、バルサはフォーメーションを変更させる。まずはメッシがトップから中盤に下がる。そのメッシの位置には、右ウィングビジャが中央化し、センターフォワードと化す。さらにビジャがいたエリアにはサイドバックアウベスが上がりウイング化。ディフェンスラインでは相手のカウンター対策がすでに実行され始めている。相手がワントップでカウンターを狙う場合、2枚のセンターバックが相手フォワードプラス1を作る。さらにマスチェラーノがストッパーとなり、くさびのパスに対応。裏へのパスはピケがスイーパーとなり、そのスペースをゴールキーパーバルデスと共に守る。攻撃のフィニッシュの時点ですでにカウンター対策を施し、蹴り出されたボールはクリーンに奪い返し、ポゼッションを安定させる。メッシが中盤まで降りることで 4-4-1-1 の2センターハーフに対して3人の数的優位を作る。メッシ、シャビ、イニエスタで形成される世界最高の三角形を有機的に動かし、目的の最終地点バイタルエリアに侵入する。バルセロナの攻撃はバイタルエリアという明確な狙いを持つ。相手中盤がサイドハーフを使い数的同数で合わせてきても、歴史上最高の三角形は抜群の連携と技術でその図形を反転させ回転させる。数的同数をいとも簡単に破り、バイタルエリアにボールが入ると、それまでのゆっくりとしたボール回しは嘘のように、攻撃は加速し、スピードを持ってフィニッシュへ向かう。この場面のように、相手サイドハーフが中央化すると、ポジションを上げ、ウイング化するサイドバックアウベスをフリーにしてしまう。中盤の数的優位、位置的優位。この場面では一つ飛ばしのパスにパクチソンが反応し、メッシへの対応が遅れてしまう。ほんの小さな些細なミスが結果に直結してしまう。たとえバイタルに構える選手へのパスコースを背中でマークして消したとしても、スペースにボールを送ることでバイタルを狙うことが可能。この場面では相手が広いバイタルを消すためにディフェンスラインからセンターバックを前に出した。
しかしメッシに抜かれてしまい、相手は数的同数で守備をすることになり、ピンチを迎える。メッシが加わった中盤でボールを回し、相手を食いつかせ、バイタルエリアを最大化、そして連携から入れ替わるように侵入。一気に攻撃をトップギアに上げる。この場面ではイニエスタとブスケツに対して相手のセンターハーフが食いついた。そしてバイタルに構えるシャビにボールが渡り、一気にトップギア。ウィングが裏を狙うことでディフェンスラインを押し下げ、シャビは限界までパスコースを吟味する。最後は右足アウトキックでペドロへワンタッチでシュートを打つための素早いショートパスを送る。伝説のゴールシーン。歴史を語る上で欠かせないゴールシーン。敵がパス回しに食いつかず、バイタルエリアを狭くするときは、ミッドフィールドラインを押し込み、逆に圧縮させることでライン間を消しチャンスを作る。サイドの深い位置にボールを運ぶことでミッドフィールドラインは押し込める。マイナスの折り返しからのミドルはバイタルが狭い相手への対策の対策だ。バルセロナはサイドのスペースを狙うための高速のロングパスによるサイドチェンジを狙わない。攻撃の狙いはあくまでもバイタルエリアにある。バイタルエリアを崩すための選手を揃えている。よって一本のパスでのサイドチェンジではなく、ミスの可能性が低いショートパスでのサイドチェンジを狙う。組み立てにおいて何度もショートパスによるサイドチェンジを狙いながら最適なポジションを取り、絶え間ないポジションチェンジで相手を動かし、ブロックに風穴を開ける。バルセロナの攻撃にマンマークを当ててくる相手に対しては、そのマークを逆に利用する。この場面では、シャビは対峙する相手の左センターハーフ、キャリックを動かし、メッシにスペースを提供。中盤にぽっかりと空いたその大きなスペースで、メッシとパクチソンの1対1を演出。メッシは
自身が動くことでパク・チソンをも大きく動かし持ち場から離す。そしてバイタルエリアにシュートを打つためのスペースを作る。相手がマンマークの場合、ポジションチェンジが有効となる。特に2人の選手が交差するスイッチは、相手がマークの受け渡しをしない場合、必ず相手も交差する。つまり2人が縦関係になる。例えばこの場面、メッシをマークするパク・チソンは、イニエスタがスクリーンとなっており、最短距離でメッシに寄せることができない。必ずイニエスタの右か左の方向に避けて寄せる必要があるため、遅れやズレが生じてしまう。スイッチの利点はここにある。バルセロナの選手たちはこのような特性を理解しており、相手の守り方を破るための最適なロジックを瞬時に導き出す。この場面でも、マークに疲れた選手が動くことでスペースを作る。選手たちは常に自分にマークがセットされているのか否かの判断をする。マークに疲れた選手が動くということは、そこにはスペースが発生するということ。4次元的な視野を持って時間的スペースを作り出し、体に染みついたその連動した動きが、そのタイムスペースを無意識にしかも誰よりも早く使うことを可能にしている。バイタルを攻めるバルサからゴールを守るためには、相手はブロックをコンパクトにし、バイタルを狭くする必要がある。バルサの正確に配置されたフィニッシュの陣形は、守備に転じた瞬間、その網を収縮させるようにボールを刈り取る。密集した状態でボールを奪われた場面、中盤が近距離のパスコースを封鎖、トップへロングボールを蹴らせる。トップへボールが渡ってもしっかりと相手フォワードプラス1が仕込まれており、ロングボールを収めることは難しい。メッシのパス&ゴーは、その動き自体がセンターバックに対するファーストプレスとなり、ネガティブトランジションを最良の形でつなぐ。視野の取れていない相手の後ろ向きのプレーには、背後からカウンタープレスを仕掛ける。その動きとプレスバックで、ボールを一瞬で囲い込む。バイタルを収縮させる攻撃と、相手の中盤へのカウンタープレス、とりわけブスケッツの役割はネガティブトランジションで鍵となる。組み立て時は相手4411のトップとトップ下のゲートを担当。このゲートにボールを通すことこそが攻撃時のブスケッツの役割である。4411の構造上、このゲートを通されると実質的にはサイドチェンジをしたことも同然となるからだ。それが守備時にはそのゲートを構成する一人、トップ下のルーニーをマーク。トランジションの瞬間、前進しルーニーを捕まえ徹底マーク。カウンターのキーマンとなるエースの自由を奪う。ルーニーはマークを嫌い、持ち場を離れボールを回す。これにしつこくついていくのがウイングのペドロとビジャだ。トランジションでのプレスにおいて最も貢献するポジションがウイングだ。フィニッシュでは裏を狙い、トランジションではプレスバックする。そのプレスバックと中盤以降の前進守備でボールに網をかける。ウイングにはプレスの戦術理解力と献身性、チェンジサイドすることから両足でのゴールが期待される。ボール支配率を向上させるために攻撃時のボール保持だけではなく、相手からいかに素早くボールを奪うかという部分が重要になる。バルセロナのサッカーを語る上で欠かせない重要なピースだ。
一方、セットされた状態で始めるプレスでは、中盤が前に出ることでスタートする。マークが外れた選手には、ブスケッツがマークを押し上げる。それにより、解放されたルーニーには、1対1に絶対的な能力を持つ潰しや、マスチェラーノがマークを拾う。相手がアンカーを配置した場合は、アンカーと左右のセンターバックをメッシとシャビ、イニエスタが前進し抑える。裏を狙った相手のロングフィードには、センターバックやゴールキーパーが前進し対応する。自陣でのブロックもやはり鍵となるのはウイングだ。プレスバックと同時にブロックを形成する。カウンターを戦術上取り入れないバルサは、ウイングをカウンター要員としてではなく、ブロックのピースとして戦術的に機能させる。相手のプレッシャーに対して重心の逆を取り回るようにかわすカラコーレス。相手から一瞬でボールを奪う運動量と守備力。プレス強度を逆手に取るマリーシア。この場面では残り4分という時間の中で1分以上を稼いでいる。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後もこのような動画をアップしていきますので、お気に召され